こんにちは。パート6やっていきます。今回は、ちょっと、レベル140ソロから離れて、ラージャン1頭クエを育てたいと思うよ。クエストの育成ですか？今更だけど、ギルクエはクリアするたびにレベルが上がるよ。レベル帯によって、仕様や報酬がグレードアップします。せっかくなので、太刀、片手、双剣を使って育てようと思う。これは最高倍率スムラマヒの太刀ですね。持ってる中で、いっちゃん強い太刀ね。スキルは、手数武器の汎用って感じですね。これのお気に入りポイントは、なんといっても見た目よ。紫発光の天井天下、妖刀感がすごいです。育てるのは、ラージャン1頭の体験太刀。シンプルなクエですね。2頭クエだと、どうしても体験になっちゃうから。打武器で遊ぼうとすると、1頭クエが恋しくなるのよね。合流も気にしなくていいですしね。レベル125は全然弱いので、アイテムとかご飯は適当だよ。ギルクエは、126から急に強くなります。よしやるか。クエ育成もだいぶ久々ですね。ミニラーは初期レベルが100ちょいなんだけど、140にするのに20回以上クリアが必要で、何回もやりたくないよね。ラーとかコリュウは初期レベルが120近くあって、育てるのも比較的楽です。あ、ラーいた。極限オーラがないから背景と同化してます。極限になるには136からね。135までは、世にも珍しい恐竜化ラーちゃんが出現します。恐竜化は確率なんだっけか。通過点なので、135以下の方はよく知らないんですよね。あ、今更だけど、4G の太刀は強くないです。最近は、怪物の寵愛を受けに受けているたちですが、4系列は完全に冬の時代ですね。4から 4G では一応強化されたんだけど、総中魂と双剣の方が隙が少ない上に火力が出るよ。見切り切りのようなカウンターも、カブト割りのような定点攻撃もなく、オーラを上げる方法が非人斬りを当てるしかないので、素の火力も出ないです。おまけに振りが遅くて隙がでかいのよね。大回転まで出し切らないといけないので、毎回命がけです。しかも赤まで上げても時間経過すると無色に戻るっていうね。今回、片手や双剣も持ちましたが、太刀が一番しんどい感じでしたね。使ってる分には面白いんだけどさ。タイムは嘘つかないっていうかね。あ、ちなみに、時間の関係で、双剣は次回にあります。やーっと赤になったよ。赤ゲージで、ダメージ 1.3 倍になりますが、2分間しか持ちません。大回転を当てると10秒カウントストップするけど、一生相手が動かない限り、ストップさせ続けるのは無理だよ。先ほどの通り、赤から一気に無色に戻るので、そもそも効果力を維持できません。ぶっちゃけ赤でも強くないけどね。モンハントライやポータブルサードのデメリットだけ継承しちゃった感じですね。見た目だけ超強そうなんだけど。やった、125じゃ緊張感ないですね。流れ変わったな。急に緊張感出てきた。ギルクエの乱入久しぶりに見たな。極限モンスターがいるギルクエには乱入が発生しないですけどね。その点でもミニラーって優れてるよな。乱入までケアしきれないですしね。ジョー君は無視してラーを追うぞ。崖エリアはジョーも来れるのでさっさとしてみたいですね。もう少しのはずだけど。あ、終わった。お疲れ様です。10分近くかかっちゃいましたね。ゴール級たちのはずなんだが。まあまあ、新鮮でいいじゃないですか。それもそうね。じゃ、一応報酬見てみよう。封じられた武器は126以上でないと出ないですが、紺鎧玉は136以上じゃ出ないので、貴重だったりします。天鎧だけカンストしてて、ゴン鎧で強化が止まるとか、たまに見るね。野良で140回ってたギルクエ勢だと、結構いそうですよね。よーし、じゃあ次は片手だ。片手も、最高倍率の麻痺があります。こう見ると、結構各武器で強いの出てるな。このデータは1000時間くらいですけど、ほぼギルクエに費やしてますしね。片手もほぼ使ってないんだけど、スキルは、太刀と同じでいいか。手数武器は、回避性能1があると安心して戦えます。この装飾品付け替え作業も久々だな。野良があった頃は、
よくマイセットいじってましたね。完全ソロになってからは、なかなか更新の機会がありません。このシリーズでも完品ゴール出して更新したいぜ。ほい。じゃ、126になったらに行きましょうかね。片手はどんな感じですかね。たちより間違いなく強くて、小回りも特殊で悪くない。悪くないんだけど、総中根と双剣でええやんって感じかな。結局さ、安定させたかったら、交戦時間が短いことが一番だからね。攻撃は最大の防御みたいなことでしょうか。極限は長引くと最極の時間が増えるから、軽く出して早く終わらせるのが一番だからね。使ってて楽しくはあるんですけどね。あ、そうそう。もちろん、タチや片手自体が好きだからね。じゃなかったら、武器出ても磨かないからさ。実際、マルチではナシタチ割と担いでましたしね。マルチはヘイトも分散するし、タチは本領発揮しやすかったね。3DS はもう復活しないでしょうけど、HD バーとかでマルチ復活しませんかね。そうだよね。モンハンって、トライ G とかダブルクロスとか、別カードに移植された実績はあるけど、リメイクの例ってないからな。ソシャゲみたくプレイ自体できなくならないのが、せめてもの救いですね。だからこうして遊べてるわけだけど、もし新規プレイヤーがいたとすると、完全ソロだから結構きつそうだね。あ、そうそう、当チャンネルの新シリーズとして、4G を1からプレイしてみようかと考えています。まだ進め方は調査中なんだけど、4G って攻略中も楽しいから、うまく進める方法を提案したいなと思ってる。構想では、ギルクエで140ラーを倒すまで進めるつもりでいます。いつになるかわからんけど、ワイルズオープンベータも終わったし、タイミングとしてはちょうどいいかなと。ワイルズといえば、オープンベータどうでした？ 5時間くらいしかやってないけど、倒せるモンスは全部倒した。あと、外国人ミキたちとマルチもやった。ずっとお任せロビーでやってましたけど、チャイムニキとハンゲルニキもよく合いましたね。なんかさ、モンハンもグローバルになったと思うよね。ワールドが出るまでは日本でしか売れないって言われてたのにさ。グローバルといえば 4G は海外の方からの人気高いみたいですね。うちのチャンネルにも海外ミキがコメントくれてたしね。なんでだろう、やっぱ難易度高いからかな。 4G 発売当初は全然そんな話聞かなかったですけどね。ワールド以降、モンハンの人口自体が増えて、過去作への注目が高まったのかね。何にせよ 4G に魅力を感じる人が多いのは喜ばしいことです。気持ちはよくわかるけどね。ちょっと不便でも、昔のシリーズからしか得られない栄養は確かにない。投稿者も 4G の発売当初こそやってましたが、再開したのはここ3から4年だったりします。モンハンのメインシリーズは全部プレイしてるけど、乗り込んだって感覚は過去シリーズの方が強いね。プレイ時間どんなもんですよね。 4G は3からいるけど、合計で1600時間くらいだね。その次が、モンスターハンターポータブルで1500時間かな。ワールド以降は YouTube の発達によって情報が溢れてますけど、 PS2 から PSP 当時の昔話ができるローハンターは少ないと思うので、そこはアイデンティティにしていきたいですね。モンハンツベ界の伝統芸能学を目指すぞ。そんなこんなで討伐間近です。126とはいえ片手の火力結構出てる実感あるね。8分台ですか。片手は使用回数少ないから立ち回りは雰囲気でやってたけど、割とパワーを感じれてよかったよ。では報酬見てみましょう。一応126から封じられた武器が混じるね。確率は低いですけどね。ただ125以下と比べてガラッと変わる印象があります。ちょっと強い5石出てるけど、まあ、使わないかな。今回は少し早いですがここらで区切ります。別武器でも撮影してるから、なるはやで続き出す予定。ほいじゃ、次の動画で。またね。